皆さんこんにちは。こんにちは。よしアートチャンネルへようこそ。よしのりです。今回の動画のテーマは光です。光。デッサンで光の現象をどのように描くのか、これを徹底解説します。へー。さて、デッサンというものを改めて考えてみると、白い紙に鉛筆あるいは木炭で描くというのが一般的ですよね。つまりデッサンを描くということは、白くて明るい紙をどんどん暗くしていくということなんですね。それって光を描くのと逆じゃね？ですからよしアートチャンネルその4では、案の部分を反射光も含めてどのように描いたら効果的に立体感が表現できるかということを解説しました。もちろん他の動画でもモチーフは違うこそすれ同じように描いてきました。その一方でよしアートチャンネルその11では、モデルさんの逆光によって光り輝く明るく細い髪の毛をホワイトブースターで描きました。渋野な。さらによしアートチャンネルその12では、ガラス製の江戸切子のグラス、その光の反射と屈折を、そしてよしアートチャンネルその13では、レモンの表面の光の反射部分をホワイトブースターを使って描きました。だからしぐの。今回の動画ではホワイトブースターを使うのはもちろん、それ以外の描き方も含めてさまざまな光を表現する、この方法をじっくりと解説していきたいと思います。というわけで、このよしアートチャンネル、楽しく自分のペースで絵を描きたい方のために画材の使い方、それから絵の描き方などさまざまなアートな情報をお届けしています。興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから高評価もいただけるととても嬉しいです。では実際に写真を見てさまざまな光の現象をじっくりと解説していきたいと思います。麦わら帽子のようなものをかぶった女性の顔に陽光が当たっています。最初に光の現象として書くべきポイントをいくつかお伝えします。鼻の先端が明るくなっていますね。これはわかるとして、さらに鼻の付け根である奥の方も明るく見えますね。なぜでしょうか。そして小さな穴から差し込む光はどう描いたらよいのか。細く輝くまつげはどう描いたらよいのか。唇の艶はどう描いたらよいのか。さらに今までは頭部全体が見えていたので、正中線、構造線、V 字ラインを利用してプロポーションを正確に描けたのですが、顔の一部しか見えていない場合、どうやってプロポーションを正確に描くのか。ということで、主なポイントは以上です。では早速、正確なプロポーションの捉え方の手順をお伝えしますので参考にしてください。まずは画面の中心を求めます。これで目、小鼻、唇の左端などの位置が分かりますね。頭部の中心を通る正中線を捉えます。ここでは正中曲線と呼びます。また勝手な造語言っちゃってる。ただこの曲線をいきなり描こうとすると案外正確に捉えられません。なので左右の目の中間と鼻の下の付け根の2点を結ぶ
正中直線を書きます。また造語ですか？この方がシンプルで書きやすいと思います。さて、この正中直線が顔の一部分しか見えていないのであれば、見えている部分だけを利用してプロポーションを取りましょう。いつも通り2分の1のところに正中直線に対して直角に線を描きます。写真上で2分の1構造線と左右の輪郭との交点を求め、正中直線の上端から交点を結ぶ線の角度を測り、同じ斜めの線を紙に書いて2分の1構造線と交わる点が輪郭線になるというわけです。正中直線の下端の点とつなげるように輪郭線全体を描きましょう。全体をひし形の形でつなげてみても良いですね。プロポーションが正確なのかの確認です。次に4分の1の構造線を描きます。上まぶたとぴったりですね。下にも4分の1構造線を。こちらもちょうど口とぴったりでした。写真の方で正中直線2分の1と左右の目尻を結ぶ V 字ラインの角度を求め、紙に同じ角度の V 字ラインを描いて目尻の位置を決めましょう。4分の1構造線との位置関係も確認します。目頭の位置も直線でつなげて求めましょう。正確なプロポーションを描くために構造線を何本か描きましたね。これひし形のタコの骨組み？画像では鮮やかな色彩の線で描いたので目立ちますけど、紙には薄く細い線で描くのでまあ目立たないです。最初しっかりと描けば結果的には楽に早く絵が完成します。本当？本当です。実際に描いてみるとそんなに複雑じゃないですよ。紙には画像と同じ正方形の枠を描きました。今、写真の正中直線の角度を鉛筆を使って測っています。正中直線を描きます。正中直線の2分の1に直角に交わる構造線を描きます。写真の方で正中直線の上端から2分の1構造線と顔の輪郭との交点を結ぶ線の角度を測ります。同じ角度の線を今度は紙の方に描きます。
4分の1構造線を描きます。写真の方で V 字ラインの角度を測り、紙にも同じ角度の線を描きます。目尻から目頭を結ぶ線を描きます。鼻とまぶた、唇の形を、さらに交点をつなげて顔の輪郭線も描きます。顔の形がだいたい描けたと思います。正中直線と構造線などの長さや位置を決めたら、そこから他の形を決めていきましょう。基本となる部分から他の形が派生していく感じです。改めて光の現象を詳しく見ていきます。暗の部分は今までの動画でもお伝えしてきました。動画の最初でお伝えしたこの明るい部分ですが、ちょっと分かりにくいんですけど、頬の部分も明るくなっていますね。なぜ明るいのかを説明します。平らで水平な面を想定しましょう。その面に対して垂直な線を想定します。矢印の方向から光が当たる場合、このように光が反射します。光と反射の角度は同じです。ちなみにこれ、入射角と反射角と言います。一応顔の断面図です。何これ？それぞれ写真で明るく見えた部分です。青い点線はそれぞれの面に対して直角になります。陽光が右から矢印の角度で差し込んできました。入射角と反射角は同じです。つまりこの部分をこちらから見ると明るく見えるということです。図はしょぼいけど、わかった。皆さんお分かりいただけたでしょうか。ちなみに他には唇のすぐ上、下唇、顎の一部分も面の方向がほぼ同じなので明るく見えます。デッサンを描くときには暗だけではなく明にも意識を向けたいですね。明暗の調子を描きます。まずは大きく明暗で分ける感じです。さらに暗い調子を入れていきます。
髪は積極的に暗くします。肌の明度差が強い箇所もどんどん描きます。鼻の先端、鼻の付け根、頬などの目の形をしっかりと意識して描きます。いよいよホワイトブースターを使います。ホワイトブースターを使用するので画面をテーブルに置きました。手で画面をこすってしまわないようにトレーシングペーパーを引きます。隠れた部分も見えるので都合が良いですね。帽子の小さな穴から差し込む光を描きます。肌の微妙な明暗の変化があるところに明るい光が当たっています。鉛筆を塗り重ねた後に練り消しゴムを使って明るくしようとしても真っ白には戻りません。かといってこの小さな明るい形を残しつつ肌の微妙な明暗を鉛筆で塗るのは至難の業です。ホワイトブースターだと簡単に描けますね。細く輝くまつげを描きます。下唇のツヤを描きます。帽子の小さな穴を描きます。鉛筆で明るい部分の形を整えます。同じように鉛筆でまつげを細くします。唇のツヤもというわけでデッサンの完成です。写真を見て描く場合、頭部の全体が見えているとは限らず、部分だけの場合もありますが、正中直線、2分の1構造線、4分の1構造線など、基本となるところから他の形を派生させるようにしましょう。形がうまく取れないときは、もう一度
基本線である正中直線などから形を取ります。焦ってむやみに基本線を修正してしまうとさらに混乱します。光を描くときにはどんな描き方が適しているのかを場所ごとに考えて描きましょう。絵は絶えず変化するので柔軟に対応しましょう。アートライアングルを忘れずに。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画では人物の顔に当たる光のさまざまな現象を描いてみました。先ほどのまとめを少し補足しますと、正中直線、それから構造線など基本線をですね、まずはしっかりと落ち着いて描いてほしいと思います。そこさえしっかりしていれば他の形の修正などは楽にできます。それから今回の動画のテーマですけれども、この光、今まで通り鉛筆と練り消しで描くところ、それからこのホワイトブースターを使って描くところ、いろいろ選択してね、考えて描いてみてください。アートライアングルの考えるですね。これからもこのホワイトブースター、別名三菱鉛筆のユニボールシグのホワイト太字ですね。これを使ってさまざまな表現を皆様にお見せしたいと思っています。いや、この場合ホワイトブースターの方が別名だろ。ということで今回の動画は以上です。皆さんお疲れ様でした。そしてご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。